これはアメリカで大人気なスズキといえばサムライ。この車も80年代には超人気車両だったんですよね。これは日本でのジムニーのことなのかな。でもアメリカではスズキサムライ。知らない人は一人もいません。当時はこういう派手な色、グリーンとかあったり、このオレンジブラウンという色があったり、中がプラスチックでシンプルな仕組み、かっこいいライトバーとかオープントップで暑いなんか海岸とか沿いでこれ外して走らせるとすごくかっこいいトラックです。これは何と書いてあるのかな。 JDM 英語。ここに書いて JDM 英語。なるほどね。まあこの人は侍なんだけど、そのジムニー日本車のやっぱりファンだよね。これ随分オリジナルな車両だと思います。多分レストアとかペンキとかもされたことは一度もない。こういうところはいいです。アメリカの軽視のオフロード用のライトに意外とエンジンルームがものすごい新車というか新しいエンジンっぽいんだよね。キャブだよね。これまたインジェクションじゃないのかな。キャブレーターなのかな。でも年式からいくとかっこいいスズキジムニーです。アメリカで間違いもう知らない人はいないと思う。まあ俺の年齢ぐらいの方ぐらいならねこれはスバルでしょう。スバルのワゴンが、スバルのいつも面白いと思ったところが、よく昔のスバルのスペアタイヤがエンジンルームにあったこと、これはアメ車にはないことだと思います。かっこいいと思う。スバルのブラッド、ピックアップ式のタイプのやつにもあった。この黄色いカバーが懐かしいよね。ヘッドランプのカバーが黄色でかっこいいよ。エンジンルームは完璧。ハイトコントロールのエレクトロニックということはコンピューターかなんかでこの車高とかのことがなんていう制御されてるということなのかって、こういうシステムもあった。スバルも進んだ車だったんで、わー見て、中のシートが家にあるなんかソファに負けないぐらいのシートだよね。大きな椅子、すんごい大きいし、体のでかいアメリカ人でも全然余裕で入る。メーターもいいよ。この車のなかなかすげえよ。こんにちは、いい車ですよ。ありがとうございます。ちょっと見せてください。いいですか。嬉しいです。フルタイムもう4駆のターボ車でスバル、これはもう全然見ないワゴンですよね。失礼します。金婚だよ、金婚。いいね。ちょっと日本の匂いが残ってる。この車、日本の匂いがまだメイドインジャパン。これそのまま日本の匂いだよ、日本の匂い。メーター見て、デジタルの多分初期というか最初の方のこういうメーターいいですか。じゃあ鍵はオンさせてもらいます。見て、これは何年式ですか。やっぱり88年式。これ初デジタルダッシュだったんですかね。この辺りだったんですよね。見ると分かる。仕組みが簡単でありながらかっこいいよ。ハイトコントロールもあるこの車。見て、このランプはこんなにあるのと、マイル数44,000マイルしか走って新車じゃないですか、この車って。だから日本の匂いをしている。まだサンルーフもある。中のブルーももう新車と変わらないぐらいの。これもちょっとカメラ貸して。この下のところ見てくださいよ。これにコンピューターみたいのあって進んでた車だよね。このスバルは当時の。すんげえ。And that's what do you think? I see you in one of these, man. Nice. ちょっと待って、これも聞かせてもらう。いい音するんだ、これ。いいよ。この色、バリバリ80年代のブルーだよね。80s ブルーっていう感じで、これはいい。これまだ作りが良かった時だよね。聞いて。まだ車が70年代ほどじゃないんだけど、まだがっちりちゃんとこれは車だよっていうのは分かるよね。かっこいいです。オーナーさんは日本人の方かなね。日本人の方がオーナーで素晴らしい車ね持ってきて、みんな見せていただいてありがとうございます。嬉しいです。
アメリカでこれスバル、これ WRX のスバルなんだけど、見せたいのはアメリカ人にステッカーが人気だっていうのは、読めなくても意味がなくてもとにかく日本語の文字がかっこいいと、スバルで書いてある。でこのアニメのキャラ、そしてここにあるのはすごいステッカーがついてるんだよね。これは何？デカダンスっていうんですか？デカダンススタイリング&カーファッションのステッカー、こうアニメの影響がすごいんだよね。これがまた千葉スペシャルスタイルだよ。ラッキー、かっこいいステッカーじゃない？これは千葉も、俺は千葉にずっといたから千葉のステッカーはかっこいいよね。そしてチーム陶芸、陶芸ラッシュ、陶芸のことだよね。ターボパワー、ついマジで乗るの怖いぐらい速いんだぜってこういうステッカー、俺さえは読めないから、もちろんアメリカ人普通は多分読みにくい部分はあると思うんだけど、なんか日本のなんかね、味をするっていうかかっこいいっていうことだよね。ね、はい、こんにちは、どうもかっこいいですよ。かっこ悪い愛車ですか？いやいや、スティーブさんのこと。あ、それのこと、この車のことじゃなくてサムズアップです。ありがとうございます。軽自動車出た初軽自動車なんですけど、スバルなんだよね。これ3番になるのかなの番。俺の軽トラのスバル3番のワンボックスの形の、おーすげえ。この中を見て、上が全部こう見えるようにサンルーフみたいになってるんだよね。これ3番になるのかな。かっこいい。こういうシートが完全に倒してもう貨物用の土台になる形のもの。両ドアが開く。なんか四駆っぽいんだよね。タイヤもごつい。BBS フィールのメッシュのフィールもすごくいい。いいな。これは結構物が積めるんだよね。高さがある。深くてシートも完全に倒れる。なかなかのデザインだよね。これは3番になるのかな見れない。オーナーさんもいないから確認できないんだけど、おそらくそうだと思います。かっこいい。でもこういうのは軽自動車にはあると知らなかったよね。かっこいい。今のほらなんだったっけ、アルファードとかああいうのね、高級感のあるバンに負けないぐらい、もう屋根の半分以上はもうガラスというか窓になってるのですごいのよ。すごい。色のツートーンもなかなかいい。そしてオフロードのMT のタイヤ、これについてるのはいい。この1台しかないな。日本車旧車集会だから車だけじゃないんですよね。バイク、昔のバイクもあります。バイクに詳しくない俺が細かい詳細とかはよく分かんないんだけれども、これは相当古いかっこいいレストアされた多分珍しいヤマハなんじゃないのでしょうか。タイヤの細さからいくと 125cc のバイク、オフロードじゃなくてこれ普通の道路で一般道で走れるバイクなんですよね。かっこいい。川崎、昔の川崎のバイク500マハ3のことで、また詳しく分かんないんだけど3キットだよね。エンジンが大きいんです。これは 500cc なのかな。大きなエンジンで、色も当時の70年代とか80年代っていう感じの色なんですよね。かっこいいバイクです。これはやっぱり日本車旧車ってなるとバイクまでをすごい好きなアメリカ人も多いと思います。そしてここにもバイクが面白いのはあるんだよね。これ日本製のバイクだと思いますが、これは何でしょう。ロッサーって1970年のホンダ CT90 ってこういうのもあったの？初めて見た。でもバッテリーがあってこれあって、これはなんかホンダなのかな、カスタムバイクなのかな。もうちょっと今時のものには見えるところはあるんだけど、1970年って書いて、あるので何なんでしょう。これはモンキーじゃなくてなんだ、ホンダ QA50K2、 小さくて可愛くてこういうバイクはいいんだよね。1台はこれよりも俺はモンキー好きなんで、でもこれ可愛いよな。こういうバイクは多分ものすごい高くなってきている。元コンポもそうだし、これスクワッシュも朝ライブの時にこれ乗ってきたアメリカ人の方にもインタビューしたし、
このヤマハも行ったのかな、朝。このヤマハ。すごいミニエンドゥロレース、このオフロード用の1971年ヤマハ JT1 というバイク。ワンキットで、エンジンがちっちゃくて可愛くて、オフロードのショックとスプリングがあって、なかなかいい。色もすごくいい感じです。ね。そして、これバーハーモンキー。バーハーモンキーは分かんないんだけど、普通のモンキーなら分かるけど、バーハーモンキーはもうちょっとオフロードっぽい、なんかモトクロス用に作られたようなクーラーもあったりとかする面白いバイクだよね。もうちょっと勉強したいと思う。これ1993年だから、まだどっちかといえば新しい方になっちゃうんだよね、ここで。いいな、バイクも。いやー、今日の日本車旧車集会、いつもそうなんだけど、疲れた。全部回って、全部見切れてないと思います。お車台数が多すぎて、いい人が多すぎて、話することが多すぎて、全部見れなかったと思うんだけど、こう車も見れなかった車にはまずごめんね。会えなかったオーナーさんにも会いたい人もいっぱいいたんだけど、会えなくてごめんね。でも来れて幸せ、嬉しい、楽しかった。いい車、いい人、もう楽しい時間、友達と新しい友達もできた。これは車のコミュニティです。旧車好きな、日本車旧車大好きなアメリカ人がいっぱいいます。毎年のように多分どんどん増えてるような気がします。見たことない旧車、去年もあった旧車ももちろん、でも見たことないような旧車も、日本車旧車もある。全米で2、3台とか11台とかしかないような素晴らしいものも中にあったことがすごい良かったな。すごい良かったです。カリフォルニアの珍しいちょっと曇りの天気でも涼しくて気持ちよくて楽しくて、もうこれは天気よりも自分の熱でこう情熱というか、その見て興奮しちゃって汗かいたんですけど、楽しい一日でした。スティーブテキ店のチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてスティーブテキ店のグッズショップがあるんで、stevepov.jp と Amazon Japan でスティーブテキ店を検索していただければ、いろんなブランド品とステッカーといろんな商品が出てくるので、ぜひチェックしてみてください。楽しかった。よかったら来年でもこちらでロングビーチでお会いしませんか。アメリカまでぜひいらしてください。楽しい一日。日本から来られた方は何人かも会いました。よかったです。スティーブ声かけてくれた方にも感謝です。来年も楽しみにしています。ダラスでも同じようなやったらどのぐらいの車が集まるんだろう。一回ちょっとやってみる価値があるかもしれないな。では日々前進前向きにやっていきましょうね。いつもサムズアップ的に笑顔で、来年また楽しみにしておきましょう。よろしくお願いします。ではあくまでもスティーブテキ店の目線でトップ5の車を紹介したいと思います。すんげーこの車です。3、2、1